やっちゃいけないことをこうやってる快感っていうのがラファも好きなんですよ私はい、ドクターウルスのサブカル研究室よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、今日のお題はですね、リゼロ大ヒットして今度劇場来年でしたっけ、劇場公開2020年ですかね、確かやるんですね。なんかやるみたいですけど、エミリアタンとパックの出会いの話になってるので、おそらくメインどころではちょっと違う外伝みたいな話には多分なってますけど、そんなリゼロ大ヒットしましたので、今だと世間だと街中歩いてで一番目にするのはパチンコ屋ですかねパチンコだかパチスロだかの台なんですよね今ね、リゼロ台になってますね。でそれでよく街中で見かけはしますよね、リゼロ、はい、でおそらくあれが異世界転生もの流行らした一つのきっかけになったんじゃないですかね。リゼロがですか。リゼロとあとオーバーロード、あの辺が確かその異世界転生ものでは最初にメジャー化したんじゃないですかね。いわゆるあんまりその手のものに興味がないというか知らないっていう人たちも目にするというか耳にするっていうのは多分リゼロくらいからかなとは思うんですけど、あれのせいでね、あれのせいというかあれがきっかけで異世界転生ものみたいなのが一大ジャンルとして一気に大流行りしましたけど、であれでもう大半がこけてるわけですよ。大半がこけてるんですよね。もう100あったら1位か2位くらいしか多分売れてないですよね。でそんぐらい異世界転生ものっていっぱい出てるんですけど、じゃあなぜリゼロは売れたのかっていうお話を今日はしておきたいと思います。まず異世界転生ものっていうのが流行るっていうよりも導入として共感を得やすいっていう構造がまずあるってことですね。共感しやすい、はい、というのもですね、いわゆる、ああいったリゼロを代表されるそういったアニメーション的なものっていうのは基本的に10代から20歳くらいの青少年がまず見るわけですよ、はい、一番メインの子は、はい、私みたいにね30、40になったら見てる人間もいますけど、はい、でそれはあくまでもおまけであって、はい、メインどころっていうのはその10代20代、はい、で彼らっていうのはいわゆる我々、その30、40になってアニメを見てるおじさんたちとは快感原則が違いますから、世代間のその辺の差っていうのは明確にあるので、だから我々くらいのおじさんたちの一番良くないところは自分たちが面白かったものは普遍的に面白いって錯覚してることなんですよね。思っちゃいますね。思っちゃうんですよ。実は違うんですよね。でその普遍的に面白いと感じる感情そのものは普遍なんですけど、何に対してそれを感じるかっていうのは世代間と差ってやっぱどうしてもあるわけで、それはそもそも子供の時のいわゆる三つ子の魂100までってことわざありますけど、その幼少期に感じてるとかあった環境っていうのがその人の快感原則を形作ってますから、ベースを。だそこからスタート地点がやっぱ違いますから。でリゼロの世代っていうのはもう物心ついた時から世の中不景気なんですよね。というと平成大不況が始まってから生まれてるわけですから。平成生まれがってことですね。平成生まれですから、でそのいわゆるおじさん世代いまだに30代40代っていうのは平成の初期とか昭和生まれなわけですよ、で昭和生まれであれば、バブルを知ってるんですよね。でテレビとかでクイズ番組で賞金200万円とかざらにあったじゃないですか、今そんな聞かないですよねよっぽど大きいイベントじゃない限り、そんな世界なんです。でそういうお金の動き方がそのままやっぱ違う世代ですから、コンテンツとかそういったものの生まれ方というのは全然違いますし、でそもそも社会情勢も違いますし、その環境そのもの我々の世代っていうのはおじさん世代っていうのは子供の時は1クラス1学年10クラスあるような子供がものすごく多い時代なんですよ。だからストレスの感じ方なんかもうバラバラでいろいろあって、だからコンテンツの種類もいっぱいあったんですけど、当時の子供を対象にしたものっていうのは、今の子供たちっていうのは物事やるから社会が不況で、不安な世の中でしかないんですよね、花から彼らにしてみたら社会っていうのは。でテレビとか見ればでスマホでは掲示板をはじめ悪意に満ちてるわけですよ、共感を得やすい人とつながりやすい環境は揃ってますけど、悪意にも触れやすいんですよね。だからもう社会そのものがろくでもないって感じる子供も多いわけですよ、よくわからないなんかも痛ましい事件も多かったりとか、そういったものを守ってくれるはずの警察の不祥事が連日報道されてみたりとか、そういったのに特にまた触れやすいですし、そういっ
でそういった青少年たちからすると世間とか社会とかそういったものっていうのは不変であるはずなのに、不変であるはずというか不変であるかのように見えて全くそんなことはない。むしろ自分にとって害があるっていうような風に感じやすいはずなんですよ、あの辺の世代っていうのは。だから社会からの脱出、世界からの脱出、異世界転生っていうのは共感しやすいんですよね。そういうのあったらいいなみたいな風に思いやすい。しかもあの辺の世界設定としてはゲームでレベルだとかスキルだとかそういったチートスキルみたいな設定って多いじゃないですか。そういったものが彼はそういったのに特にコンテンツ的に触れてるわけですから、ゲーム世代ですから、だから分かりやすいっていうところでいくと、異世界転生ものっていうのはその世界に浸りたいというよりも共感しやすいっていう導入部分として分かりやすいっていうことなんですよね。でそういったところをクリアした上でリゼロっていうものがなぜ流行ったのかっていうところの話になるんですけど、でリゼロっていうのはいわゆる物語の構造としてはループものなわけですよ、主人公スバル何の能力もないただの引きこもりの少年ですよね。でその何の取り柄もない引きこもりの少年が唯一持っているのがループ能力で、それを何回も何回も繰り返しているうちに自分の特性に気づいて、でヒロインのエミリアっていう女の子に、惚れ込んで彼女を幸せにしたいっていう思いから試行錯誤してやっていくっていう、でそれで乗り越えていく。で見てる方もそれを見ながらスバルが何もできない分かってるわけですから、それを見ながらどういうふうにそれを攻略していくのかみたいな風な感じで見やすいんですよね。でそういった構造そのものも言ったらそこまで目新しくないんですよ。でリゼロの最大の特徴っていうのは惨劇なんですよね。惨劇、主人公スバルをはじめみんなひどい死に方するわけじゃないですか。ヒロインのエミリアからして何度も途中から出てくるレムだラムだとかもうねみんなひどい目に遭うんですよ、でこれはちょっとね誤解を招く表現あえてしますけど、それが気持ちいいんですよ。避けられない惨劇っていうのを無責任に見ていいんですよ、あれだから気持ちいいんですよ。無責任、いわゆる一方通行の物語であれば、死んだら終わりなので、独特の緊張感があるんですよ。で下手なことするとそこで話終わっちゃいますし、ヒロイン死んじゃったらね物語終わっちゃいますから、で主人公死んだら物語終わっちゃいますから。でもそういったやっちゃいけないことをやってる快感っていうのがあるわけですよ、リゼロには。あんなひどい死に方する主人公とかヒロインっていないですよ、なかなか。実はそれに近い構造で大ヒットしたリゼロよりも古いコンテンツが実はあるんですよね。日暮らしの泣く頃に。あれもそうなんです。あれも実は最終的なループものっていうのが分かるんですけど、あれってバラバラの物語なんですよね。でそれぞれがとんでもない惨劇で終わるんですよ。でそれを実はループものとしてクリアをしていくっていう、それを乗り越えていくっていう物語構造が実はあって、でその惨劇っていうところはやっぱりお化け屋敷じゃないですけど、ホラー映画ってやっぱしなぜか一定の需要がありますよね。怖いもの見たさって、そういうヒロインとか可愛い女の子とかその主人公とか本来守られるべきものっていうものが壊されてしまう喪失感とその快感みたいなところが同居してるのが一つすごく見ちゃうんですよね、あれね。しかもそれはループものだから後でちゃんと改善されるだろうっていうのが約束されてるわけですよ、ある種そういう物語ですから。ハッピーエンドがちゃんと約束されてるので、だから無責任に惨劇を見ちゃうんですよ。いくら殺されてもこれをどうクリアする、これをどう乗り越えるのかな、これをどう回避するのかなって、ある種一緒にハラハラしていいわけですよ。で一緒にがっかりしていいんです。一緒にあーって目を覆っていいんですよ。っていうのが許されてるコンテンツになってるので、やっぱし見ちゃうから人気があったんだろうなってやっぱ思いますね、あれね。だからリゼロを多分何回も見るもんじゃないですよ、あれ。一回見て気持ちいいっていう内容だと思うんですよね。また機会があればお話します。コンテンツっていわゆる突っ走り型と繰り返し型って何回見ても面白いっていうか、何回も見たくなるみたいなねっていうのもあれば、一気にバーッと見て面白かったってなる、大半が突っ走り型ではあるんですけど、リゼロはその最たるもんですよね。で繰り返しというところでいくと君の名は実は繰り返し型で、
一部の人にはドストライクで何回も何回も見ちゃうっていう構造になってるんですけど、いずれにしてもそのリゼロが異世界転生ものだから流行ったわけではなくてループものであるがゆえに回避を約束された惨劇を楽しむアニメっていうことですね。そこが一つ大きい要因なんですよね。あんなひどい死に方するヒロインたちってまあいないですよね。レムなんて首の方にへし折られて逆向けられて手足全部折られてますから、そこでこうねもう発狂寸前というかもう実際は半分発狂しちゃったスバルがそれを乗り越えるっていうのが一番のカタルシスになってるわけで、だからあれって行き着くとこまで行っちゃうと麻痺するんですよ。だからリゼロも途中からビルヘルムっていうヒゲのおっさんを交えた白芸退治者に変わってるじゃないですか。あれはもう惨劇そのものは多分ある種飽和状態になるんですよ、行き着くとこまで行っちゃうと。それを終えて一旦一段落して、それも含めつつ違うクリアの仕方というか乗り越え方みたいな風にうまく切り替えてきたのかなみたいな。そのせいでヒロインも切り替わっちゃったんですけどレムがメインヒロインみたいな人気もね高いですからね。だから今後どうなってくるのかなっていうので、個人的にウェブ版のその大元の原作をちょっと見たりなんかして先の展開というのはある程度は知ってるんですけど、あれは完結させられるのかなって余計な心配しちゃいますね。作者には頑張っていただきたいと思いますけどいずれにしてもリゼロが売れたのは構造がループっていうところを持ってきたがゆえに約束されたハッピーエンドが約束された惨劇を楽しめるから、だから異世界ものっていうのでジャンルで乗っかろうとしてもこけるんですよ。それはあくまでも導入でしかないわけですから、そこにどういった物語を載せるかっていうのが大事なわけで、だから多分世代別に異世界ものみたいなものが受けるジャンルってやっぱ違うはずなんですよ。この辺ちょっと細かいデータを改めて集めたら面白いなと思いますけど、だからもしこれをご覧のアニメ業界というかそういった皆さん異世界ものだから流行るというのは錯覚です。なので気をつけてください。個人的には実はレムはもうメインヒロインで、はい、レムは俺の嫁みたいなとこあるんですけど、はい、ラムも好きなんですよ私っていうような話も入れていいんです、はい、入れてもいいのかなと思いつつも、はいなんかね、入れてよかったんじゃないですか。そうなんですかね、入れた方が面白かったですかね。多分ねみんなそこを聞きたがってる。マジっすか私のラム愛が聞きたいよねエミリアタンなのってエミリアタンはな原作というかね読んでるとエミリアタンはエミリアタンで全然いいんですけどね、どうしてもあれね読んでるとね原作読んでると面白いんですよ。作者がね、レムに入れ込んでいく様がすっごい面白いんですよどんどん描写がヒロインで書きたかったことレムにどんどんぶち込んじゃったみたいなところがあるんで、だからあれウェブ版にしかないんですかね。終盤リゼロでアニメの20話くらいかな、スバルがレムに対して一緒に逃げようっつってプロポーズするシーンがあるんですよね、でそれ断られるんですけど、でそのイフの物語がウェブ版にはあって、その時にレムがそれを受け入れて2人で逃げた後の話みたいな、その後レムと結婚して別の町ってなんだっけなその作中に出てくる商人の町ってあるんですよ。でリゼロの世界観的にスバルみたいな異世界転生と異世界移動者みたいなのが実は何人かいたみたいで、過去にどう考えても日本人だなみたいなっていうのが要素が残ってる町があるんですよ。そういった人間が起こした町みたいなのがあって、でそこに移住してそこで生活して子供ができてみたいな幸せな夫婦生活みたいなそういうイフの物語があるんですよ。っていうのを書いちゃうくらい作者も入れ込んでるっていうのはよくわかるんですけど個人的にはそれの OVA が見たいですけどね映像がされてんのかなっていうのがあったりなんかして、エミリアタンはどんどんヒロインだからメインヒロインのはずなのにみたいな、だからこう見ててもスバルもええから一歩多彩性でええやんけとか思いながらね世界観的にねそうですよねとか思いながら見てたんですけど、アニメも一応アニメどうやったかな原作ではねレムが現地取るシーンがあるんですよ、もう愛人でいいと
でスバルがそのいわゆる2号さんとしてレムをこう受け入れるみたいなような感じの、現地を取るっていうシーンがあるんですよね、アニメだとねそれね微妙にカットされてるような気がするな。なんか一人で憤ってた記憶があるんで、そう言わへんのかいみたいなあえてここ外したかこの野郎とかもまあそれ入れちゃったらねエミリアがますますメインヒーローじゃなくなっちゃうのでアニメ的にはあんまりよくないのかなと思うんですけどね。リゼロがなぜ売れたのかみたいなのでこう世に今氾濫しまくってる異世界ものっていうものに対してこう一言物申したかったんでしょうね。だからそれを物申しちゃったんで多分ね満足しちゃったんですよ